皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースです。主に取り上げる話題としては、プーチン大統領が対ドイツ戦の戦勝記念日に停戦期間を設けると一方的に宣言しました。相変わらずプーチン大統領の停戦の提案というのは、自分たちにとって都合の良い期間に一方的に宣言するだけで実効性はありません。しかし、これを外交カードとして利用し、アメリカに対するアピールに用いています。詳しくはこの後解説します。2つ目は、トランプ大統領がほんのちょっとだけロシアに対する見方を変えています。一時的かもしれませんが、ロシアに対する批判の言葉を口にし、また行動としても変わっていることが読み取れる出来事が発生しています。最後に北朝鮮の動向について、これまでロシアは北朝鮮軍の参戦については正式には認めてきませんでした。それが今になってロシア、北朝鮮どちらからも北朝鮮兵が参戦していることが表明されました。今日はこの3つの話題について主に取り上げていこうと思います。まずはプーチン大統領の一方的な一時停戦表明。NHK より、ロシアのプーチン大統領はロシアが第二次世界大戦でナチスドイツに勝利したことを祝う戦勝記念日に合わせ3日間停戦すると一方的に発表しました。期間は日本時間5月8日午前6時から11日午前6時までの72時間で全ての戦闘行為が停止されるとしていて、ウクライナ側も戦闘を一時的にやめることが条件だとしています。なお、去年行われたロシアの対ドイツ戦戦勝記念日を祝う軍事パレードでは、参加した戦車としては、第二次世界大戦で使用された旧ソ連の T34 戦車だけでした。今年はこれよりは少しでも良い軍事パレードを行おうと考えているのでしょう。そして、ウクライナ側には、モスクワを攻撃できるだけの長射程の飛行機型ドローンがありますから、パレードを邪魔してほしくないという思いが強く出たのでしょう。しかし、それだけではありません。ここ最近トランプ大統領から、ロシアのプーチン大統領は停戦する気がないのではないかといった発言も出ており、プーチン大統領としては、いやいや停戦はしたいんだよ。でも、条件が噛み合わないから仕方なく戦争しているんだというふうに装うための意味合いもあるでしょう。そのあたりのトランプ大統領に対する気遣いといったものは、バチカンで行われたローマ教皇の葬儀に関連しています。こちらの写真はトランプ大統領と話すウクライナのゼレンスキー大統領、通訳を介さず二人きりで話し合いをしました。この二人きりの話し合いの後において、産経新聞の記事より戦争をやめたいと考えていないのかも。トランプ氏、プーチン氏を非難。対ロシア制裁示唆。トランプ大統領は自身の交流サイトに、ウクライナ攻撃を続けるロシアのプーチン大統領に関し、戦争をやめたいと考えていないのかもしれない。違う方法で対処する必要があるかもしれないと投稿し、ロシアに対して追加制裁を示唆した。トランプ氏は SNS でプーチン氏を名指しして民間人居住地域にミサイルを撃ち込む理由はないと訴えた。銀行に対する制裁のほか、ロシアと取引する第三国の企業や人物を対象とする二次制裁に言及した。プーチン大統領が戦争をやめる気がなさそうだというのは、かなり露骨なのですが、トランプ氏としてはそれを認めたくなかったのかもしれません。停戦交渉においては、ロシア側の意見をどんどんと取り入れているにもかかわらず、全く停戦合意へと至らないということもあり、ここに来てようやく自分がプーチン大統領の手のひらの上で踊らされていることに気づいたのかもしれません。ロシアに対する追加制裁は、わかりやすい例ではあったのですが、まだ実施しているわけではありません。一方において、トランプ大統領の気が少し変わったかもしれないと思える具体例が出てきました。ウクライナの首相、アメリカとの鉱物協定に過去の支援は含まれないと投稿。ウクライナのシュミハリ首相は、アメリカと締結を目指す鉱物協定について、過去のアメリカからの支援は含まれないことに合意したと明らかにした。通信アプリテレグラムに協定文書署名前に提供された支援はカウントしないという合意に達したと投稿した。アメリカとウクライナとの間で話し合われてきた地下資源のめぐる鉱物資源協定。この条件については何度となく変更が加えられてきました。最新版においてはアメリカが大幅に譲歩したというのです。これまでトランプ大統領はバイデン政権が行ってきた無償支援について、あれは前の政権のやったことであり、トランプ政権はそれを認めない。無償支援として送ったものであるが、それはバイデン大統領の説明であり、トランプ政権としてはそれを認めない。無償なものは全て有償支援へと
カウントをし直し、さらにそこに利益を乗せるから3000億ドル分だけアメリカに対して支払いを行いというような話を最初はしました。ちなみに軍事支援であれば、約1000億ドルです。そして、バイデン政権の時に行われた無償支援をトランプ大統領があたかも貸付であるかのように話をしたことにより、鉱物資源協定はなかなか合意へと至りませんでした。これがどのくらい無茶苦茶な話かについてちょっと解説をしておきましょう。例えば日本で大きな地震災害が発生し、各国からの支援がやってくることがあります。被害に遭った人たちを救うための緊急の救急隊なども入ってくるでしょうし、また支援金なども送られることがあるでしょう。日本はそれらについて感謝を述べ、救急隊を受け入れるでしょうし、支援金も受け取るでしょう。ところが支援している国の中に政権交代が発生し、政治指導者も変わりました。すると、新しい政治指導者は、前の政権の時には支援を送ったが、それらについては、ただであげるなんて話はなかったことにしてくれ。送ったお金については返済してくれ。さらには、送ったお金以上のお金についても、私たちに見返りとしてよこしなさい。というような話をする。そのぐらいちょっと意味不明な言動をアメリカは取ったわけです。今回、鉱物資源協定の内容が改められ、そうした過去の支援についてカウントしないようにするというのは、いわばまともな協定へと改定されたことを意味します。鉱物支援協定の全体像についてはまだは明らかになっていないがため、チェックすべき項目は他にもありますが、少なくとも以前よりはずっとマシな内容です。トランプ大統領がバチカンでゼレンスキー大統領と二人きりで話したことにより、ちょっとは改心したのかもしれません。ただ、トランプ大統領の場合だと、周りにも多くの親ロ派の政府高官らがおり、この後、また再びロシア寄りの発言を繰り返すようになるかもしれません。そのあたりがちょっと油断ならないところです。次に、北朝鮮の参戦をようやくロシア、北朝鮮が双方ともに表明しました。毎日新聞の記事より、ロシア政府、対ウクライナ参戦の北朝鮮兵に謝意、軍事援助も表明。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナが越境攻撃したロシア西部クルスク州での戦闘について、参戦した北朝鮮部隊の協力に謝意を示す声明を発表した。北朝鮮の兵士たちの英雄的行為や自己犠牲の精神に敬意を表する。ロシア国民は彼らの偉業を決して忘れないだろうと称えた。クルスク州の北朝鮮軍兵をめぐっては、ロシア軍のゲラシモフ参謀総長が同州の奪還をプーチン大統領に報告した際、ロシア・北朝鮮の包括的戦略パートナーシップ条約に基づいて参戦していたことを認めていた。一方、ペスコフロシア大統領報道官は、今後北朝鮮に対して必要に応じて軍事援助を提供する考えを明らかにした。ロシア、北朝鮮との間で結ばれた条約に基づき、一方の国が武力攻撃を受けて戦争状態となった場合、もう片方の国が直ちに軍事援助をすることを定めている。ペスコフ報道官は、この条約がいかに効果的に機能しているかを示したと北朝鮮部隊を評価し、両国は必要があれば、互いに即時の援助を提供する義務を負っていると述べた。北朝鮮側でも参戦を正式に表明しています。NHK より、北朝鮮、ロシア西部の戦闘に軍参加発表、キム総書記が派兵決定。北朝鮮は、ウクライナ軍が越境攻撃していたロシア西部のクルスク州をめぐって、ロシア軍による奪還作戦を支援するために、金正恩総書記が派兵を決定していたことを発表しました。北朝鮮がロシアへの派兵を公式に認めたのは初めてです。また、今回の表明に合わせて、ロシア側で軍事訓練を行っている北朝鮮兵士たちの姿が公式に動画として公開されました。このようにして北朝鮮もロシアも正式に表明したわけですが、このチャンネルではもう以前からずっと北朝鮮兵がロシア軍側に立って戦っていることをお伝えしてきました。しかし、それは西側のプロパガンダだといった具合にして否定する人たちの声もありました。例えばそういった話題について親ロシア派のアカウントは SNS 上でこのように話していました。ロシアが北朝鮮軍と共に戦っているという西側のホラ話を信じる日本人がいる。真の情報弱者が誰だったのかといえば、結局のところ、親ロ派の SNS アカウントの人たちでした。北朝鮮はロシアに対して
軍事物資と兵士を送り込むことによって、その見返りとして様々なものをロシア側から受け取ります。北朝鮮国内で圧倒的に不足しているエネルギー資源や食料、そして金正恩体制を強化するためにも軍事技術などの提供を北朝鮮側は求め、それにロシアが応じていると言われています。そのことについては以前の動画でも解説しましたが、それがいよいよ水面下の動きではなく、公式にこれからは実行されることとなります。北朝鮮はロシアも参加しての国連決議により国連の制裁下にあります。しかし常任理事国のロシアがそれらを積極的に違反することによって北朝鮮に対する支援を行っています。結局、国際法を積極的に破るロシアのような国を野放しにすると、際限なくそうしたルール破りといったものが行われて、悪い前例を次々と作ってしまいます。ロシアに対する侵略に対して、抵抗しているウクライナ軍がいる以上、このウクライナ軍を支援して侵略を食い止めることは、回り回って国際秩序の維持をすることに役立つのです。そしてそのような意味においては、日本は侵略者の側に立つべきではなく、むしろ国際秩序を守る方に外交の基本を置かなければなりません。現在の石破政権はウクライナに対する支援について積極的な発信を全くしておらず、その姿勢を見直してほしいものです。少なくとも首相になる前においては、石破議員としての立場では安全保障に非常に関心があるといった体で世間にはアピールしていたはずです。今まさに戦争が継続中であるということに関して日本の立場をもっと明確に国際秩序を守る、そのために行動する方向へと考え行動してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。